どうもこんにちは、川口の健です。今日はナンバーズコレクションナンバー15ホールカットベアの出し縫いを進めていきたいと思います。今回この靴ヒグマの革でホールカットで作っている靴なんですが、ドレッシーながらも少し武骨さもあるというか、色気とそのちょっと堅牢性みたいなのを両立しているような底付けを今回したいと思います。今釣り込んでベルトをつけて、そして中物を終わった状態です。この中物は竹シャンクの上にレザーシャンクを入れて、そしてコルクで前部分を埋めてます。以前 MTO の解説動画でこの中物のこだわり、どういった考えでどういうふうに作ってるかっていうのを解説してますので、ぜひそちらもご覧ください。そして今回少し普段やらない底付けやるんですが、それ何かというとハーフミッドソールですね。そんなに変わった底付けというわけではないんですが、僕そんなにハーフミッドソール採用する機会は多くはなかったですね。でハーフミッドソールというのは何かというと、ミッドソールというのはこのインソール、中底とアウトソールっていうのがあって、その間に挟まるから、ミッドソールです。でハーフミッドというのは、ミッドソールが半分っていうことですね。これはミッドソールです。これ厚みが3ミリぐらいのベン図なんですけど、これを前半分だけくっつけます。そして後ろ半分はシングルソールになります。ミッドソール全面貼って、そしてアウトソールも貼ってってやるとダブルソール。ミッドソールがないとシングルソールですね。でこの半分だけ入れるとハーフミッドソールになります。有名どころで言うとエドワード・グリーンのドーバーがハーフミッドソールに。利点としましてはですね、設置する部分、地面に触れる部分がダブルになるので剛性感が増して、地面の凹凸感が足に影響しにくくなります。よりしっかりした履き心地になります。一方でウエスト部分から後ろはシングルソールなので、見た目の面で言えば少しエレガント。全部ダブルソールになるとかなりごつい感じなんですけど、ハーフミッドソールだと少しそれが軽減されるという感じ。屈曲性に関してはダブルソールとあまり変わらないと思いますね。なぜかというと、靴が曲がる部分はダブルだからです。曲がらない部分でシングルになるので、僕の見解で言えばこのハーフミッドソールっていうのは見た目の部分っていうのが大きいんじゃないかなという気はしますね。カジュアルな靴とドレスの靴の機能性、見た目で中間を取ったような、そういったやり方だと思います。では作っていきます。まず靴本体に糊を塗ります。ではハーフミッドソールを貼ります。このハーフミッドソールはウエスト部分のこの継ぎ目というか貼り始めの部分は薄くすいて段差の出ないようにしてます。次にアウトソールを貼るんで、またハーフミッドソールの方にも糊を塗ります。次にアウトソールを貼ります。ソールを叩くときは直接叩くと結構ハンマーの跡がつきやすいので、1枚板をかまして叩きます。板じゃなかった、革です。ソールのはみ出した部分をカットしていきます。
こんな感じでソールが接着できました。次にドブ起こしやっていきます。今から出し縫いをするんですが、その出し縫いがこのソール面にこの糸目が見えないようにこの皮の表面1ミリ 1.5 ミリぐらいをスライスしてめくり上げます。次はウィールかけていきます。今回ウィールは9番です。ベルトを水で濡らしてウィールを温めました。ウィール温めすぎてると皮焦げて変質しちゃうので、少し冷ましてから。出し縫いの糸を出す溝を作ります。この溝がないとこのドブ起こししたこの皮を戻した時に糸の厚み分ぷくっと膨れちゃうので、溝に収める必要があります。そしてこのガリという先端が曲がってて、ここがギザギザしてます。これを使って今切った切れ目を削りながら広げていきます。つま先は他のところよりも深く溝を掘ります。出し縫いの糸は浅い糸3本よりを使います。自分でよってチャンを塗り込んだ糸ですね。で、先端を細く加工します。3本よったので3本ありますね。1本の糸、多少よりがかかってるんで、そのよりと逆方向に回転させるとスッと先端が細くほぐれます。そしてこの真鍮ブラシで少しこすってさらに削ぎ落とします。これふわふわしているのでちょっと水で濡らします。ちょっと一舐めしました。で、この糸の先端をチャンにこすりつけます。次にイノシシの毛を2本、イノシシのなんていう怒り毛、たてがみのところの毛でかなり太い毛ですね。糸の先端につけて、これを針っていうか縫い針として使います。で、これ面白いのがこっちが根元ですね、毛根の方で、こっちのふさふさしているのが毛先の方です。めちゃめちゃ枝毛なんですよ。これ1本の木なんですけど、先端に行くにつれてすんげえ分かれてますね。10本ぐらいに分かれるんですよね。で、このふさふさしているこの枝毛が結構重要で使っていきます。これも同じように松ヤニを塗ります。枝毛だったのがちゃんと接着によって1本になってますけど、これを半分に分けます。大体半分ですね。こうして枝毛を半分に分かれさせて、細くしてチャンを塗った糸先、これをこの枝毛の片方につけて、糸のより方向と逆方向に糸とイノシシの毛を寄ります。逆寄りします。これ今分かれてる片方に糸を巻きつけてます。そしたらこの逆寄りした方はこれはこれで持っといて、もう片方の分かれさせた方に
糸の先端ですね。今糸の先端は巻きつけてないんですよ。こっからこの辺をイノシシの毛針に巻きつけました。でこの糸の先端をもう片方の枝毛の方にまた同じく逆寄りします。糸がこの枝毛を伝って行って帰ってきているところです。でどっちも逆寄りしたら、その逆寄りした状態で合わせて、今度は2本まとめて正寄りします。この糸の寄り方向と同じ寄りを書きます。これでイノシシの毛針と糸が絡み合ってくっついた状態です。結構穴が小さく細かく縫うので、こういうふうに細い針をシームレスに糸につけるっていうのが結構大事ですね。今ハーフミッドソールになっている部分を縫ってます。ここはダブルソールで、ウェルトとミッドソールとアウトソール3枚貫通して縫っていくので、かなり分厚いですね。10ミリぐらい。当然ダブルソールでこうやって皮の厚みが増えれば増えるほど、この穴を開ける出し針は通りにくくなっていくので、かなりの重労働になってきます。ダブルソールというと、マシングルソーリウムは当然厚みが増えているので履き心地は多少硬くなります。なんですが、グッドイヤーのダブルソールよりはこのハンドソーンで作るダブルソール、自分で作って自分で履いてみた感触としては、グッドイヤーより全然柔らかいです。これ感じ方とか、あとはアッパーの硬さ、そしてフィット感にもよると思うので一概には言えないんですが、グッドイヤーのシングルソールぐらいの柔らかさな、それもメーカーによるんですけど、そんな感じのって言っていいんじゃないかなぐらい、そのダブルソールのこれ硬いなみたいなのはあんまり今まで自分で作って履いて感じたことはないですね。出し縫いが終わったので、糸をコクリ棒で潰します。そしたら泥をこしたこの薄い皮に水をつけて、戻します。今のりつけてないので完全に戻すわけじゃないんですけど、小刃加工をする前に実際にしっかり接着して戻します。ただこれ先にやっておかないとちょっとシワとかがこの泥起こししたフラップについたまま残りやすいので、先に一旦戻してシワを伸ばして癖をつけておきます。癖をつけておくというか元に戻すですね。はい、出し縫いが終わりました。なかなかハードでしたね。今回9番ピッチで縫ったということで1インチ、つまり約 2.5 センチに9針
糸が通ってます。大体計算するとこの1足というか片足ですね。で大体そうですね200何十針だと思うんですよ。で全部がダブルじゃないのでまだマシなんですけど、ダブルの部分が靴の半分を占めているので、ここやっぱね穴開けが大変ですね。その分仕上がりはかなり期待通り、むしろ期待以上ですね。やっぱりこのハーフミッドの特徴はこの前部分だけ厚くなるということで、ここが少しこうなんだろうな、ウエストにかけて細くなっていくじゃないですか。ベベルドウエスト、シングルソールでドレッシング作る場合もここ前部分はしっかり小刃の厚みがあって、ベベルのこのウエストの部分にかけてちょっと丸みを持たせて薄く見せたりするんですよね。この靴はダブルベルトでベルト一周巻いてますし、ベベルドウエストみたいなこうアッパーにソールを叩き込んで密着させるみたいな、そういうことはやらずに全周角小刃、四角い小刃なんですけど、ウエストとこのフロントとの厚みの違いが出ることによってドレッシーな雰囲気が少し漂うかなという気はしますね。というわけで出し縫いでした。時間かかっちゃいました。もう片足ありますので頑張ってやっていきます。それではまた。